皆様こんにちは、セリナです。今回はこれからの季節、下地選びに迷われている方必見、デパコスのベースメイクの中でも特に人気のディオールの下地全7種を徹底解説していきます。今年の2月末にフォーエバーとプレステージの下地がリニューアルをして、とても注目度の高いディオールの下地ですが、以前からそれぞれの下地の違いについてたくさんご質問いただいておりましたので、今回はディオールの下地の中でもさらに王道な人気のタイプと、これからの紫外線が気になる時期に嬉しい SPF50 以上のタイプ、そして毛穴補正効果があるタイプの3つのカテゴリーに分けて、ディオールの下地全7種を解説していきたいと思います。肌タイプや組み合わせるファンデーション、フェイスパウダーによって仕上がりや崩れ方などに違いが出てくるかと思いますが、それぞれの下地の塗り心地、香り、そしてファンデーションと組み合わせた時の仕上がり、4時間後のマスク崩れについてを比較しておりますので、これからの時期下地選びに悩んでいるという方に少しでも参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずご紹介していくのはこちら、フォーエバーシリーズよりディオールスキンフォーエバーグローベール、24時間崩れないツヤ肌を仕込むグロープライマー、長時間崩れないツヤ肌を仕込み、潤いと輝きに満ちた仕上がりを叶えます。美容液のようにみずみずしいテクスチャーが極薄ベールでピタリと肌に密着し、色ムラ、凹凸やくすみを補正すると同時に明るさと輝きをもたらします。さらに SPF20、PA2+の保護力で紫外線 A 波、B 波から肌を守ります。続いてディオールスキンフォーエバーベルベットベール、24時間毛穴レスで滑らかな肌仕上がりが続くベルベットプライマー、様々な肌色にマッチするユニバーサルシェードが一塗りで気になる毛穴、凹凸や色ムラをカバーし滑らかにします。軽やかでみずみずしいテクスチャーが余分な皮脂を吸着してテカリを防ぎ、つけたてのような美しさが一日中持続します。続いてディオールスノーメイクアップベース UV35、 スキントーンを均一に美しく整えるメイクアップベース、 SPF35、PA3+で肌の気になる部分を瞬時に補正し、均一でフレッシュな肌色に仕上げます。肌にそっとなじむ軽やかな使い心地のフォーミュラがメイクのノリと持ちを高めます。カラーはローズとブルーの2色展開です。続いてプレステージルプロテクター UV ルミエールシアグロー、贅沢な明るさを宿す上質のツヤ肌に導くプレステージホワイトから澄み渡る透明感を守りながら美しいメイクの土台を整える革新的なプレミアム UV プライマー誕生。 SPF50+、PA4+で肌を保護し、潤いは長時間持続、フェイスラインの肌を引き締め美しさを立て直すローズサップエッセンスを配合し、贅沢なエイジングケアを叶えます。続いてディオールバックステージフェイス&ボディプライマー、瞬時に滑らかで毛穴レスな肌を叶えるディオールメイクアップアーティストの秘密兵器、肌悩みを動かし24時間保湿しながらふっくらと均一な肌に整えます。またファンデーションの持ちも高めます。そして最後はカプチュールドリームスキンモイストクッション、いつでもどこでも素肌映えするクッション、ディオールを代表する携帯できるスキンケア、一日中ドリームスキンモイストクッションが毛穴、赤み、テカリに作用し、どのような環境でもナチュラルな素肌美に仕上げます。肌はみずみずしくマットに保たれ、明るく輝きます。
それではまずはディオールの下地の中でも特に人気の高いフォーエバーグローベールとスノーメイクアップベースを比較していきます。まずはこちら側にフォーエバーグローベールを塗っていきます。こちらはファンデーションやコンシーラーなどの人気アイテムも多く発売されているフォーエバーというベースメイクラインから発売されていて、今年の2月末にリニューアルをした比較的新しい下地です。こんな感じでみずみずしさもあり伸ばしやすいテクスチャーですが、程よい重さもあるので毛穴や凹凸を埋めてくれて肌をフラットに綺麗なツヤ肌に見せてくれるタイプの下地です。ほんのりピンクのカラーもついているので自然なトーンアップ効果も狙えます。はい、こちら側半分にフォーエバーグローベールを塗ってみました。何も塗っていない方と比較すると自然に肌トーンがアップしたのと、全体的に滑らかなツヤで肌が覆われている感じが分かりやすいと思います。こちらの下地は適度なみずみずしさの中に少し重さも感じるので、塗りやすくてしっかりと保湿感も感じられますが、いつまでも肌表面でベタベタしてしまうということもなく、この少し重さを感じるテクスチャーでこんな感じで近くで見ても自然に毛穴や凹凸を埋めてくれているので、自然な肌色補正効果と毛穴を埋めて滑らかに見せてくれる効果、そして保湿力とベタつきにくさを兼ね備えていて SPF20PA2+ の紫外線カット効果まであるので、かなりオーソドックスに使いやすい下地なんじゃないかなと思います。保湿感もありつつ毛穴を補正して肌をつるんとした滑らかなツヤ肌に見せたいという方におすすめです。それでは反対側にスノーメイクアップベースを塗って比較していきたいと思います。カラー展開がローズとブルーの2色あるので、まずはローズのカラーからご紹介していきます。こちらの下地はロングセラーでリピートされる方も多い印象のアイテムです。テクスチャーとしてはこちらにも程よいみずみずしさと保湿感を感じますが、フォーエバーグローベールと比較するとかなり軽くて肌にスッと馴染んでいくような質感です。ローズのカラーは少しオレンジの要素を感じるようなしっかりとしたカラー補正効果がついています。はい、こちら側半分にはスノー UV メイクアップベースのローズのカラーを塗ってみました。みずみずしさも感じるテクスチャーですが、かなり軽くて肌にスッと馴染んでくれるようなテクスチャーがこれからの季節にもすごく使いやすいなと感じました。伸ばしきると程よい保湿感も感じるので乾燥してしまうという感じは全くしませんが、肌表面はベタつき感がなく程よくさらりと仕上がるので、塗りやすさもあってでも肌表面のベタつきは感じにくいタイプが好きという方にとてもおすすめです。かなり軽いテクスチャーなので少し重さもあるフォーエバーグローベールと比較すると程よく素肌の透け感も残るようなイメージですが、こちらにはカラー補正効果がついているので軽やかですがしっかりと肌の色ムラなどは補正してくれています。フォーエバーグローベールにもほんのりピンクのようなカラーがついていましたが、スノーメイクアップベースのローズのカラーは少しオレンジのニュアンスも感じるようなローズカラーだったので、比較してみるとフォーエバーグローベールの方が自然に肌トーンがアップするようなピンク系のカラー、スノーメイクアップベースのローズのカラーの方が程よく肌の赤みなども補正しながら柔らかさを与えてくれるローズカラーという印象です。それぞれアップで比較するとこんな感じです。近くで見るとフォーエバーグローベールの自然に毛穴や凹凸を埋めて肌表面をつるんと見せてくれている感じと、スノーメイクアップベースの程よく素肌の透け感も残るような軽さの違いが分かりやすいと思います。こちら側に塗っていたスノーメイクアップベースのローズを落としたので、同じスノーメイクアップベースのブルーを塗っていきたいと思います。こちらのブルーは特に人気のカラーですよね。透明感をアップさせてくれるようなしっかりとしたブルーカラーがついています。テクスチャーや伸ばしやすさはローズのカラーと全く同じタイプです。はい、こちら側にスノーメイクアップベースのブルーを塗ってみました。手元で見る感じ、カラー自体は
かなり透明感がアップしそうなしっかりとしたブルーカラーがついていましたが、実際に肌の上にのせてみると、やはりとても軽くて肌なじみのいいテクスチャーだからか、しっかりと肌トーンはアップされて透明感は出ていますが、首から色が浮いてしまうということもなく自然でした。カラー補正効果のあるタイプの下地を使ってみたいけれど、色が浮いてしまったり不自然に見えてしまうのが気になるという方にもとても使いやすいアイテムだと思います。そして香りについてですが、ディオールのベースメイクは比較的香りが強いアイテムが多いですが、ラインごとに香りが少し異なって、フォーエバーグローベールはフレグランスのようなフロール系の少し強めの香り、ディオールスノーは少し甘さがあるようなほんのりとした香りなので、香りの好みは分かれると思いますが、フォーエバーグローベールの方が香り自体は強かったです。ではこの上にファンデーションを塗ってみて、ファンデーションとの密着感や仕上がりについても見ていきたいと思います。今回使用するのはこちら、ディオールスキンフォーエバーグロークッションです。こちらは軽くてみずみずしいツヤ肌仕上がりで、SPF50 PA3+ 入っていて、これからの季節に特に人気のファンデーションです。まず、フォーエバーグローベルの上に重ねていきます。今塗っているこちらのフォーエバーグロークッションがかなりナチュラルな仕上がりのファンデーションですが、フォーエバーグローベール自体に自然な毛穴補正効果もあって、少し重さも感じるようなタイプだからか、ファンデーションと下地がしっかりと密着して、ファンデーションのカバー力もアップしています。下地の時点で毛穴をつるんと綺麗に補正してくれているので、ファンデーションもしっかりと乗ってくれるようなイメージです。では反対のスノーメイクアップベースの上にも重ねていきます。スノーメイクアップベースはフォーエバーグローベールとは対照的に軽いテクスチャーの下地なので、ファンデーションの薄付きな感じも保ちつつ、しっかりとファンデーションと下地が密着するような仕上がりです。ファンデーション自体のカバー感などを変えたくないという時にも使いやすいです。どちらも適度な保湿感もあるので、ファンデーションがうまく馴染んでくれないということもなく、とても使いやすいタイプの下地です。はい、こちら側はフォーエバーグローベール、反対側はスノーメイクアップベースのブルーを下地に塗った状態で、上からフォーエバーグロークッションを重ねてみました。まずこのくらいの距離で見ると、どちらもファンデーションの軽やかなツヤが生きた綺麗なツヤ肌に仕上がっていますが、やはりフォーエバーグローベールは下地の時点から毛穴や凹凸をつるんと綺麗に補正してくれていたからか、ナチュラルな仕上がりのファンデーションですが、適度なカバー感が出ている感じなのに対して、スノーメイクアップベースはブルーの補正効果でしっかりと透明感は出ていますが、程よく肌の透け感を感じるような軽やかさがあるツヤ肌に仕上がっていると思います。近くで見るとフォーエバーグローベールは毛穴を埋めてつるんとした肌補正効果があるのに対して、スノーメイクアップベースは素肌の透け感は残しつつ、カラーコントロール効果で補正しているという補正力の違いが分かりやすいと思います。どちらもベタつき感はないのに保湿感があって、ツヤ肌に仕上がるというところは似ていますが、より毛穴や凹凸をつるんと滑らかに補正したいという方は、フォーエバーグローベールがおすすめ。素肌の透け感は残るような軽やかな仕上がりですが、しっかりとカラーコントロール効果で肌の気になる部分を補正したいという方は、スノーメイクアップベースがおすすめです。下地で結構仕上がりの違いが出ますよね。それではこの上にディオールスキンフォーエバークッションパウダーのラベンダーのカラーをブラシで軽くのせて、マスクをして4時間ほど過ごしてみて、崩れ方にどんな感じの違いが出るのか見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについてどんな感じなのか見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。4時間の間に一度汗ばむ場面があったのと、私は皮脂による崩れが気になる肌タイプなので、
やはりどちらも保湿感を感じるタイプの下地な分、塗りたてよりも全体的にツヤが出てきている感じはしますが、近くで見てもこんな感じで、マスクによる摩擦によってベースメイクが取れてしまっていたり、汚くムラになってしまうということもなく、2つともとても綺麗に保っていると思います。アップで比較するとこんな感じです。どちらも近くで見てもとても綺麗に保っていると思いますが、アップで見るとフォーエバーグローベールの方がより小鼻の横や鼻周りに皮脂が出てきている感じが気になる印象です。ただ肌表面を触った感じはどちらも適度な保湿感を保ちつつもベタつき感はないので、保湿感があるからといって時間が経つと肌表面にベタつき感が出てきてしまうということもなく快適に過ごせました。小鼻周りなどはやはりスノーメイクアップベースの方がさらりとした質感を保っている感じがするので、どちらかというとスノーメイクアップベースの方が皮脂によるテカリやベタつきにも強い印象でした。どちらかというと乾燥肌から普通肌の方におすすめな下地だなと思いましたが、皮脂が気になる肌タイプの方もこまめにフェイスパウダーなどでテカリを抑えてあげれば夏場でも問題なく使えるんじゃないかなと思います。続いてご紹介していくのはこちら SPF50 以上の2つです。まずこちら側にプレステージの UV シェアグローを塗っていきます。こちらは SPF50 プラス PA4 プラスという今回ご紹介しているディオールの下地の中で一番の紫外線カット効果を得られる下地です。プレステージという最高峰のスキンケアラインから発売されているので、こんな感じでみずみずしい美容液のようなテクスチャーで、乾燥が気になる肌状態でもスルスルと綺麗に伸び広がってくれます。伸ばしていくと肌に少し膜感を感じるようなつるんとした質感に変化するので、保湿力は抜群ですが、重さやベタつき感を感じないところもすごく使いやすいポイントです。はい、こちら側にプレステージの UV シェアグローを塗ってみました。何も塗っていない方と比較すると、スキンケア後のようなみずみずしさも感じるようなツヤ肌に仕上がっているのが分かりやすいと思います。かなり自然な少し白っぽいベージュカラーがついているので、程よく肌の赤みなども補正しながら自然なトーンアップも叶えてくれています。内側はみずみずしい美容液を塗ったようなしっとり感で保湿されていますが、肌表面はつるんと滑らかに仕上がっているので、このつるんと感は先ほどご紹介したフォーエバーグローベールに少し似ていますが、フォーエバーグローベールよりもさらに軽さがあるような塗り心地です。近くで見てもこんな感じで、ツヤ感と肌を滑らかに整えてくれている感じがわかりやすいと思います。では反対側にはカプチュールモイストクッションを塗っていきます。こちらも SPF50 PA3 プラスの紫外線カット効果が入っていて、今回ご紹介している下地の中では唯一のクッションタイプとなっています。クッションタイプなので肌に均一に下地を塗ることができてとても使いやすいです。はい、反対側にはカプチュールクッションを塗ってみました。こちらは程よいみずみずしさも感じるようなマット肌仕上がりで、軽めのクリームのようなテクスチャーがしっかりと肌に密着して毛穴や凹凸を埋めつつ、白っぽいピンクのようなカラーが肌の色ムラも調整してくれるので、かなり補正効果の高い下地です。近くで見るとこんな感じで、しっかりと下地が肌を覆って補正してくれている感じと、カラーによる補正効果も感じやすいと思います。カプチュールクッションの下地はこのカバー力と崩れにくさが個人的にもとても好きな下地です。それぞれアップで比較するとこんな感じです。プレステージ UV のスキンケア後のようなつるんとしたツヤ肌と、カプチュールクッションのカバー力と補正感のある程よいマット感の質感の違いがかなり分かりやすいと思います。どちらもしっかりと紫外線対策もしてくれて、スキンケア効果も感じられるところは同じですが、より保湿に特化してツヤ肌に仕上げたいという方はプレステージがおすすめ。スキンケア効果もありつつ、
質感とカラーでしっかりと下地の時点で肌を補正してマット肌に仕上げたいという方はカプチュールクッションがおすすめです。そしてそれぞれ香りについては、プレステージはフレグランスのような香りに少しハーブ系の香りも混ざっているような感じで、カプチュールは一般的なスキンケアのような香りに感じました。こちらの2つだとカプチュールの方が香り自体は抑えめに感じました。では上からファンデーションを塗っていきます。まずはプレステージの上に塗っていきます。プレステージ UV は少し膜感があるような仕上がりだからか、組み合わせるファンデーションとの相性によってはファンデーションがもろもろとムラになってしまう感じが気になるという方もいらっしゃいました。どちらかというとみずみずしさを感じるようなタイプやクッションタイプなどでしっかりとファンデーションを密着させていくとより使いやすくなるような印象です。今塗っているグロークッションとの相性は良さそうです。続いてカプチュールクッションの上に重ねていきます。こちらは下地の時点でかなり補正効果が高いので、クッションもしっかりと下地に密着してカバー感がアップしてくれます。はい、こちら側にプレステージ UV、反対側にカプチュールクッションの下地を塗って上からフォーエバーグロークッションファンデーションを重ねてみました。アップで比較するとこんな感じです。どちらも近くで見ても毛穴や凹凸感をきれいに補正してくれていますが、プレステージ UV はつるんとした程よい膜感で毛穴を覆っているイメージ。カプチュールはしっかりと毛穴や凹凸を埋めている感じの違いが分かりやすいと思います。プレステージ UV は自然なツヤによる立体感を残してくれるような仕上がりで、カプチュールは毛穴や凹凸感を感じさせないしっかりとしたハイカバーな仕上がりに仕上げてくれました。どちらもしっかりと紫外線対策をしてくれてスキンケア効果もあるのに、これだけ仕上がりの違いを楽しめるというところも嬉しいラインナップですよね。ではフォーエバークッションパウダーをブラシで軽く塗って4時間ほどマスクのまま過ごして崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。プレステージ UV は今年の2月の末にリニューアルされてから何度もいろいろなファンデーションと組み合わせて使用していて、カプチュールクッションももともと愛用していたアイテムなので、どちらもスキンケア効果もあるのに皮脂による崩れにも強いというアイテムだと思っていましたが、こちらの2つを比較してみたのは初めてで、4時間の間に一度汗ばむ場面もありましたが、どちらも同じくらい皮脂による崩れやマスクによる摩擦の崩れが気にならないところがすごいなと思いました。それぞれアップで見てもこんな感じで、マスクによる摩擦でベースメイクが剥げてしまったり、小鼻の横などに皮脂がたまるという感じもなく、塗りたてのような綺麗さを保ってくれています。ただこうして比較してみるとカプチュールの方が塗りたてがマットに仕上がっていたからか少しツヤが出てきた感じはするので、もともとツヤ感を感じられるプレステージの方がより塗りたての印象を変わらず保ってくれているようなイメージです。そして肌表面を触った感じもどちらも小鼻の周りにベタつきを感じるということも全くなく、崩れに強いからといって頬の広い範囲が乾燥してしまうということもなく、スキンケア効果による保湿感と皮脂やマスクによる崩れどちらにも対応している下地だなと思いました。どちらも SPF50 以上の紫外線カット効果もあるので、これからの夏に向けて大活躍してくれる下地だなと思います。より保湿を特化したい方にはプレステージがおすすめで、下地によるカバー感や毛穴補正効果、涼しげなマット肌に仕上げたいという方はカプチュールがおすすめです。それでは最後にご紹介するのはこちら。毛穴補正効果があり、肌表面がサラサラに仕上がるタイプの2つです。まずはこちら側にフォーエバーベルベットベールを塗っていきます。ベルベットベールは
塗りたては程よいオイル感も感じるようなテクスチャーで伸ばしやすいですが、しっかりと肌の上に伸ばしていくとすぐにサラサラに仕上がるので、こういった肌表面がサラサラになるタイプの下地は少し塗りにくいと感じるタイプも多いので、塗りやすさも兼ね備えてくれているところがすごく使いやすいポイントです。ファンデーションカラーのような赤みを補正してくれるようなベージュカラーがうっすらとついています。はい、こちら側にフォーエバーベルベットベールを塗ってみました。これまでにご紹介した4種類の下地の中にも毛穴を補正してくれるタイプの下地はありましたが、フォーエバーベルベットベールの最大の特徴は、毛穴を埋めたり毛穴を覆うというよりも、フィルターをかけたような毛穴をぼかしてくれる効果です。このくらいの距離で見ても、まだ下地しか塗っていないのに、毛穴が綺麗にぼけていて、肌の凹凸感が全然目立たないですよね。近くで見てもこんな感じで、細かい毛穴や凹凸をフラットにして肌を滑らかに見せてくれます。肌表面はサラサラに仕上がるので、ベタつき感が気になるという方にもとてもおすすめですが、サラサラに仕上がるからといって肌の水分や油分を吸着しすぎてしまうというわけではなく、程よいオイルっぽさも残っています。では反対側にはバックステージプライマーを塗っていきます。バックステージプライマーもこんな感じで、最初はみずみずしいジェルのようなテクスチャーなので、肌にスッと伸びてくれて、こちらも伸ばしやすいタイプのプライマーです。ただこちらもしっかりと肌になじませていくと、ふんわりと毛穴や凹凸をカバーしつつ、適度なサラサラ肌に仕上げてくれます。バックステージプライマーの方が膜感が強いので、フォーエバーベルベットベールよりもさらに保湿感を感じやすい印象です。はい、反対側にはバックステージプライマーを塗ってみました。バックステージプライマーはこんな感じで、みずみずしいジェルのようなテクスチャーで肌をふっくらと見せてくれるのと、明るいピンクベージュのようなカラーがうっすらとついているので、自然ですが肌に透明感を与えてくれるのが大きなポイントです。肌表面を触った感じもジェルによるふっくら感と程よいサラサラ感があるので、こちらもベタつきが気になる方にもとてもおすすめですが、フォーエバーベルベットベールよりもジェルによる保湿感を感じられます。近くで見ても毛穴をふっくらとさせて補正してくれている感じがわかりやすいと思います。アップで比較するとこんな感じです。近くで見てもどちらも細かい毛穴をきれいに補正してくれていますが、フォーエバーベルベットベールの毛穴ぼかし効果とバックステージプライマーの毛穴をふっくらとさせる補正効果の違いがわかりやすいと思います。ただ、どちらの下地にも紫外線カット効果が全く入っていないので、外出をされる際は上から日焼け止め効果の入っているファンデーションやフェイスパウダーなどと合わせて使うのがおすすめです。そして香りについては、どちらもディオールのベースメイクの中では比較的香りが抑えめな印象で、フォーエバーベルベットベールは通常のフォーエバーシリーズのフレグランスのようなフローラル系の香りがほんのりとする中にハーブのような香りを感じて、バックステージプライマーはフォーエバーの香りをかなりナチュラルにしたというような印象です。どちらも香り自体はそこまで強い印象ではないですが、比較してみるとバックステージプライマーの方がより香りは気になりにくかったです。では上からフォーエバーグロークッションを重ねていきます。まずはフォーエバーベルベットベールの上に塗っていきます。こういった毛穴補正効果のある下地は、ファンデーションがうまく伸びてくれなかったり、塗りにくいと感じるアイテムもありますが、ベルベットベールには程よいオイルっぽさも感じるので、ファンデーションとの相性も選ばずにとても塗りやすいです。続いてバックステージプライマーです。バックステージプライマーはジェルテクスチャーによる膜感が出るタイプのファンデーションなので、上から指でファンデーションを塗る際は手早くパパッと済ませた方がムラになりにくいタイプの下地ですが、こういったクッションタイプのファンデーションやブラシなどのツールを使って塗るとムラも気にせずに塗りやすいです。
はい、こちら側にフォーエバーベルベットベール、反対側にバックステージプライマーを塗って、上からフォーエバーグロークッションを重ねてみました。どちらも下地の時点で綺麗に毛穴補正をしてくれていましたが、フォーエバーベルベットベールはファンデーションを重ねると、よりフィルターをかけたような毛穴ぼかし効果が際立って、反対にバックステージプライマーは上からファンデーションを重ねてもふっくらとした透明感のある感じが分かりやすいと思います。それぞれアップで比較するとこんな感じです。どちらも近くで見ても綺麗に毛穴や凹凸を補正してくれていますが、フォーエバーベルベットベールの方がよりサーダっぽさを感じる軽やかな仕上がりで、バックステージプライマーの方が肌にふっくら感が出ている感じが分かりやすいと思います。では上からクッションパウダーをブラシで塗って、これから約4時間マスクのまま過ごして崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらも塗りたてのような毛穴補正効果はそのままに綺麗に保ってくれていますが、比較してみると、こちら側に塗っているフォーエバーベルベットベールは皮脂によるテカリなどを全く感じさせない仕上がりなのに対して、反対側に塗っているバックステージプライマーは塗りたてよりも少しツヤが出てきているような感じがします。ただアップで見てもこんな感じで、どちらもマスクによる摩擦や皮脂による崩れなども目立たなくてとても綺麗です。そして肌表面を触った感じも、どちらも乾燥してしまってパサついてしまうということはないですが、バックステージプライマーは小鼻の横なども皮脂によるベタつきを感じずに、塗りたてのような程よいジェルっぽい保湿感が保たれているのに対して、フォーエバーベルベットベールは塗りたてのようなサラサラ感が持続しているので、時間が経ってもより皮脂によるテカリをブロックしたいという方や、肌表面のサラサラ感を保ちたいという方に、フォーエバーベルベットはとてもおすすめだなと思いました。この綺麗な補正効果がそのまま持続してくれるというところは、どちらもすごくいいですよね。はい、ではこんな感じでディオールの下地全7種類をそれぞれ解説していきました。最後にそれぞれの下地についての特徴をまとめると、毛穴補正効果があるタイプや皮脂崩れに強いタイプでも乾燥して肌がパサパサになってしまうというアイテムはなかったですが、特に乾燥が気になる肌タイプの方におすすめなのはフォーエバーグローベールとプレステージ UV でした。どちらも程よいみずみずしさの中に少し重さを感じたり膜感があったりするタイプなので、乾燥が気になって肌表面がパサついている時も塗りやすいのはもちろん、時間が経っても肌が乾燥してくることもなく、かなり使い心地が良かったです。反対に特に皮脂崩れに強かったのはプレステージ UV とフォーエバーベルベットベール、そしてカプチュール UV でした。こちらの3つは4時間マスクのまま過ごして汗ばむ場面があっても、皮脂が気になる肌タイプの私でも塗りたてのままのようなテカリを抑えた仕上がりを持続してくれていたので、これからの季節にしっかりとテカリ対策をしたいという方にぴったりです。そしてこの中でも特に肌タイプ問わず使いやすいなと感じたのはプレステージ UV とスノーメイクアップベースでした。プレステージ UV はスキンケア効果と保湿力もしっかりと持続してくれるのに、皮脂崩れにも強いので、こちらは乾燥対策も皮脂対策もしたいという方にとてもおすすめで、スノーメイクアップベースは程よい保湿感もありつつ、軽くて肌にスッと馴染むようなテクスチャーが使いやすかったです。そして毛穴補正効果については比較的どの下地にも補正力を感じられましたが、特にカプチュールクッションは軽いクリームテクスチャーがしっかりと毛穴を覆ってくれて、毛穴や凹凸感を感じさせないマット肌に仕上げてくれて、フォーエバーベルベットベールはフィルターをかけたような毛穴ぼかし効果があって、バックステージプライマーは毛穴をふっくらと見せてくれる効果がありました。そして最後、香りについては比較的どの下地も香りは強めな印象でしたが、個人的には
カプチュール UV が一番香りをしっかりと感じて、その次にフォーエバーグローベール。カプチュールクッションとスノーメイクアップベースがだいたい同じくらいの香りの強さのイメージで、フォーエバーベルベットベールとバックステージプライマーは比較的香りが弱めな印象でした。肌タイプや組み合わせるファンデーション、フェイスパウダーなどで仕上がりや持ちの違いも出てくるかと思いますが、少しでも下地選びの参考になれば嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。